金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。煽りイカっていうことでね。それではこちらを煽っていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。煽りイカっていうことでね、生きたアオリイカ入荷しました。アオリイカっていうのはイカの王様とも呼ばれてるんですよ。もうそのぐらい美味しいんですよね。で市場とかで締めたものとか、あと冷凍のものとかはよく売られてるんですけど、生きた状態の鮮度抜群のアオリイカっていうのは本当に手に入んないんですよ。もう自分で釣るぐらいしか無理なんですよね。なんでかというと、イカって網で取ってる時にこの背中に入ってる透明のプラスチックみたいなやつですね。この船が少しでも折れちゃったりするとすぐ死んじゃうんですよ。で、船ってめちゃくちゃ柔らかいんでね、すぐ折れちゃうんですよね。でも今日のアオリイカは船も全く折れてなくて生きた状態で入荷できました。いつもお世話になっている金大さんが売ってくれました。これが2キロアップのアオリイカですね。多分オスですね。で、なんでオスかわかるかというと、なんか白い棒状のものがいっぱい浮いてるの分かりますかね。これ多分イカの精子だと思うんですよね。でも水槽に入れたタイミングでビュッと出ちゃったんだと思いますけども。そしたら今日はこちらの生きたアオリイカを使ってアオリイカの池作り作っていきたいと思います。せっかくこの状態で入ったんだったらもう絶対池作り。もうこれ一択ですね。ほんで池作りでお刺身で食べた後にこのゲソは天ぷらにして食べましょうか。ゲソ天。今日はそちらの2品でお送りしたいと思います。そしたらさばく前にまず土台を作っちゃいます。お刺身の。で、土台を作ってもうさばいたらすぐに乗せれるようにします。これに乗るかな、ギリギリ乗るかなって感じですね。よし、そしたらまずはたっぷりのつまを乗せます。よし。で、気持ちこうお山にする感じですね。そしたら葉っぱも引いて緑をつけると。1枚2枚、お、こんな感じ、いいね。で、巻き巣をここに乗せるか。で、この上に身を切っていくと。土台はこんなもんでいいんじゃないですかね。よし、そしたらじゃあイカをさばいていきます。おいでー。おー、すげえな。で、ここで水をある程度はかしとく。はい、うおー、すげえ。これ表から包丁を入れる人とこの裏っ側から包丁を入れる人いるんですけど、僕はね、この表から入れます。おお、このお船の上からですね。まず1本入れます。よし、1本入りました。骨の上まで通ったらここを開きます。できるだけ内臓を傷つけないようにね。はい、内臓が見えました。これですね。ここがエラですね。エラとこれ船ですね。この船が折れてしまうとすぐ死んじゃうんですって。そしたら内臓を剥がします。はい、こんな感じ。そしたら船は取っちゃいましょうか。船は取っちゃって、この新鮮なアオリイカ、この肝も食べたいんですよね。なので一旦ここを落としちゃって、これがアオリイカの多分精子が入ってるのかな。あ、これ精子ですね、アオリイカの。これやっぱオスでしたね。わかりますかね、これ。この細長いやつ。多分ね、ピュピュピュって動くと思うんですよ。まだ生きてるんで。わかりますかね、これ。ほら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 。でね、まだ鮮度がいいとこ動くんですよね。これを食べちゃうとなんかダメらしいです。はい、そしたらここですね。これが墨袋ですね。これすごいパンパンですね。これ潰すととても厄介です。やばい、潰れそう。これはイカスミパスタとかするとめちゃくちゃうまいです。これを使った汁物、そういう郷土料理もあるらしいですよ。そしたらここですね。ここにあるのが肝です。ちょっと見えてますね。こうガツッと落としちゃいますか。ガツッと落とします。で、このゲソをここに盛り付けると。いててててて、すごい元気がいいな。で、この軟骨の中に入ってるこちらがアオリイカの肝ですね。この軟骨のところ、ここもね、お刺身でも食べられます。でもちょっと硬いんですよね。なので加熱しちゃった方が間違いないかも。ほら、出てきました。2キロのアオリイカに対して肝はこんだけしか取れないんですよね。超貴重ですよ。で、本当に鮮度がいいと肝はお刺身で食べられないですよね。これもお刺身で食べましょう。ちょっと見えにくいので木のまな板にしますね。よし、そしたらまずエラを落としちゃいます。エラはここは基本的には食べません。なので落としちゃいますね。はい、ここからもうスピード勝負です。まずは皮剥いていきます。皮はここに取っかかりができますんで、取っかかりから剥がしていく。結構ね、簡単に剥がれます。で、滑るようだったらこう布巾とかペーパーで押さえて
でビビビビと剥くと簡単に剥けます。でここが耳ですね。ここもお刺身で食べられます。乗せちゃいましょうか。ここにベッと。おお、いいね。わ、すげえすげえすげえ。そしたら内側のこういう薄皮ですね、できるだけ取ります。できるだけでいいです。で今日は水は使いません。もう池作りはね、鮮度が命なんで、水ビチャーっとやっちゃうと身が白っぽくなっちゃうと思いますんで、まだほらこれ生きてるんですよ。この生きた状態のまま切っていきたい。よし。そしたらこの1枚だとちょっと扱いにくいので切っていきます。まずはここですね。ここから1本落とします。ここはちょっと硬いのでお刺身には向いてません。でさらにまず半分に切りましょうか。はい、この肉厚さ、これをうまそう。ちょっとこれだとまだ幅が大きいのでもう半分に切りますね。セット。そしたらこっちですね、この皮面の方、ここに切れ込み入れていきます。スッと。で細作りでもいいんですけど、こんだけ肉が厚いので薄作りでいきます。薄くそぎ切りいきます。ほらこの反り返り方、これですよ。ほら、すげえ弾力、すげえ。で切ったらここに乗せていくと。うわ甘い、めちゃくちゃうまい。あ、この透き通った身ですよ。こう切ってこう揃えて、何これ、アニサキスじゃないと思うんですよね。あと白いですね、やめておきましょう。でアオリイカはあんまりアニサキスに遭遇しないんですよね。いないってことはないと思うんですけど、僕は一回も遭遇したことないんですよ。逆にスルメイカとかはめちゃめちゃいるんですけどね。うわめっちゃ綺麗で、僕ヤリイカにも見たことないんですよね。ヤリイカとかケンサキ系でもイカでアニサキス見たのはスルメイカだけ。片身で十分だな。片身っていうか半分ですね。半分で十分取れちゃう。綺麗だな。よし、こんなもんで OK。 そしたらそこに菊、食用菊ですね。別名タンポポとも呼びますね。でちょこっとパセリ乗っけて、でわさびをどこ置こうかな、ここら辺に置こうか。でおっと忘れてた、肝ですね。肝はちょっとこうやってね、ぐちゃぐちゃっとしたところ、こういう皮みたいなところは取っちゃいます。皮というかなんか筋みたいなところですね。こうやって筋を取っちゃう。気にならない人はねそのままでもいいと思うんですけど、ちょっと強そうなところは取ります。ここら辺ね。で肝上手に切れないんで、これはぶつ切り、一口サイズぐらいにこう切っちゃいます。ブツブツブツ、結構しっかりしてますんでね。で透明の器に大葉敷いて、その中にバッと入れる。で船の先頭に乗せたら、はい、こちらアオリイカの池作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは身を鮮度抜群のうちに食べましょうか。お醤油は濃い口醤油で。うわ綺麗だな。もうここの上で昼寝して、このぐらいいきましょうか。なんて贅沢なんだろう。わさびを持ってここにちょっとつけて、そしたら醤油にちょっとつけて、こちらいただきます。うわーうめえ。噛めば噛むほど甘え。普通のイカ刺しじゃねえ。申し訳ないけど、このイカ刺し食べちゃうと他のイカ刺しじゃ物足りなくなっちゃうんだよね。うまっ。これ嫌いっていう人いるんかなっていうぐらいうまい。口の中ですごいねこう抵抗するんですよ。まだ生きてますんで。
身自体は動いてないんですけど、すごい噛むとグニュッグニュッとこうね、口の中で動くんですよね。イカ刺しといったらこれですよね。まだ生きてます。レモンをかけるとうーっと。そしたらお次こちら、肝いきましょうか。肝、これはほんと鮮度が良くないと食べれないんでね。自分で釣ったアオリイカでもちゃんと処理をしてちゃんとした温度で持ち帰らないと肝は食べれませんのでね。どのぐらいすぐ傷んじゃう。生きてた肝なんでもう完璧です。いただきます。これはすごいな。近いところで言うとバフンウニ、本当に剥きたての美味しいウニを口の中いっぱい放り込んだ感じ。新鮮なアオリイカが手に入った人は絶対食べて、マジでうまいから。はい、ということで今日はこちらのアオリイカのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃじゃん、銀色のやつ。これしかねえだろ。レモンサワーと銀色迷ったんですが、今日は銀色でいきます。日本酒でも焼酎でも何でも合うな。何でもこのイカ刺しにも合いますね。7対3、いただきます。うめえ。次は天ぷら。よし、刺身食べ終わったんで天ぷらいこう。よし、この耳も剥いちゃおうかな。じゃあまずゲソからいきますか。でゲソなんですけど、この触手長いところですね。この長いこれで、ここでイカはいろんな餌をツンツコツンツコして、あ、これ食べれるかな食べれないかなって確認するらしいんですよ。なんで汚いって言って落とす人、落として食べない人多いんですけど、僕食べることが多いです。めんどくさい時はね、これバーンって落としちゃうんですけど、このボツボツをこれ取っちゃいます。こうボツボツがついてるんで、この硬いわっぱみたいなやつ、これをきれいに取って、これも天ぷらで食べちゃいます。すげえまだ生きがいいんでね、ボツボツなかなか取れないですね。ゲソはじゃあまず眉間の間に1本入れます。でここにトンビがあります。トンビ取っちゃいます。くちばしですね。これも食べられます。でくちばし取ったら次は目ですね。下に切れ込みを1本入れて、そこからグリッと出しちゃいます。これですね。これね、潰れるとブシューッと黒い液が飛んでくるんで、潰れないようにこの目の下ですね、ここにちょっと切れ込み入れると簡単にねプルーンと出ます。こんな感じ。はい、このように目とくちばしが取れましたら、まずここ軟骨取っちゃいましょう。目が入ってたところですね。ここ軟骨ですね。コリコリっとするところです。スルメイカのお菓子とかでぐちゅぐちゅぐちゅっとしたところあるじゃないですか。スルメのパーツでここが一番うまいと思うんですよ。あのパーツがここ軟骨ですね。軟骨はイカのゲソの中でも一番うまみが強いので、これは捨てないように。はい、そしたらあとはゲソだけになりましたね。で今回ゲソ一本一本かなりでかいので、1本ずつ切りましょうか。ブツ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 と。はい、こんな感じでゲソの仕込みの完成。そしたら次はお耳ですね。お耳。この耳はお刺身にするとうまいです。まずはこの中央の膜を取っちゃいます。裏側めくってこっちから取った方が取りやすいですか。はい、膜が取れましたら、あとはこれ皮剥くだけです。結構皮もねしっかりめについてますんで、キッチンペーパーでこう挟んでこうやって剥いていく。よいしょ。ピロピロっと。で先の方こうやって残りやすいんで、残ったらこうやってペーパーでこすってあげると簡単に取れますんでね。こっちが取れました。そしたら裏側ですね。裏側はもうこうやって薄い膜がついてますんで、薄い膜をこうやって落とします。で残ったやつはペーパーでこうやってつまんでこすると。もう残ったらね、こうペーパーでこすれば簡単に取れますんで、もう思い切ってやってください。はい、こんな感じに皮がめくれました。こっち側も一緒ですね。まずは表面ですね。表面の皮を剥くと。ビロビロビロっと。で、この先端が残ったらペーパーでこすると。はい、で裏側めくって、裏側も一見皮ついてなさそうなんですけど、薄皮ついてますんで、薄皮を探してこう取っていくと。ピロ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 っと。このぐらいついてます。で、余ったのはペーパーでこすって取ると。はい、そしたら成形していきます。裏面めくったらこの取っかかりですね。ここ取っちゃいます。スーッと。スーッと取って、この先端もね、こう切っちゃいます。結構ぐちゃぐちゃっとしてますんでね、先端はチョキンと。でなんで裏側のここ取っちゃうかというと、ここ硬いんですよね。これ分かりますかね。すごい硬そうですよね。ここ硬い身がついてますんで、ここはお刺身に向いてないので、ここだけ取っちゃいます。ピーッと。そしたらこの先端ギリギリをちょっとだけ落とします。
でここもねぐちゃぐちゃっとしてますんで、お刺身には向いてません。はい、これでお刺身にあと切るだけですね。で繊維がこう縦に入ってますんで、まあお好みなんですけど、僕はあえて繊維に逆らわずにこう切ってコリコリ感を楽しむ方が好き。耳は、まあ、繊維壊したいよって方はこう斜めに切ったりだとか、あと半分に落として繊維に逆らって切るのもいいと思いますよ。でも耳はねコリコリ感を味わった方がいいんで、僕はこういきますね。よし、じゃあ天ぷら作りましょうか。ちょっと臭み取りしましょうか。お酒入れて、ちょっとお酒の中に入れます。軟骨もいきますか。よし。で水気を切って、今日はコツのいらない天ぷら粉でいきましょう。そしたらここにゲソを入れて、でこれをはい、もういい感じだ。これうまそう。そんなに火通さんでもいいと思う。ちっちゃいとこなんかもう OK ですからね。ちょっとこのちっちゃいとこ食べます。レモンをぎゅーっと絞っていただきます。うまい。やっぱね天ぷらは揚げたてだね。揚げたてにはかなわん。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は生きたアオリイカを使って池作り作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったです。身はもちろん美味しいし、ゲソの天ぷらももちろん美味しかったんですけど、肝ですね。肝が今日は MVP ですね。ありゃうまい。2キロのイカに対してあんなちょこっとしか取れないんでね、本当に貴重ですね。もう新鮮なアオリイカはもう釣り人の特権なんですよね。意外と全国どこでもアオリイカって釣れるんですよね。今この春先ですね。春先は大きいサイズ、あのぐらいのサイズが釣れるって言いますね。僕は釣ったことないですけどね。またいいアオリイカが入ったら食べたいと思います。このね、アオリイカ食べたいなと思ったきっかけが、この前水族館に行ってね、水族館で泳いでるのを見て、食べたいなと思ったっていうのは内緒です。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。